いきなり血だらけのリビングに招かれた赤ずきんとグレーテルは、状況を把握できずに呆然としていた。みんな死んでますね。赤ずきんが足元に転がる3人分の死体をつつく一方、グレーテルはつきっぱなしになっていたテレビを見つめている。そこには、半ばナイトメアと化した人間たちが暴れている映像が流れていた。おー、楽しそうですね。僕たちも遊びに行きましょう。赤ずきんは、有無を言わさずグレーテルの手を引くと、血生臭い家から外へと飛び出した。お外はナイトメアでいっぱいです。兄様、倒しても倒してもキリがありません。さすがの兄様も疲れませんか？僕ともお話ししてください。二人だけで楽しんでずるいです。あら？兄様、見てください。逃げ惑う人たちがあんなに。みんな同じ方向に逃げていきますね。あっちに何かあるんでしょうか。ナイトメアから逃げる人々を見ていた赤ずきんとグレーテルの横に一台の車が止まる。ここは危険だ。二人とも乗って。運転していた青年の勢いに流されるようにして二人は車に乗り込んだ。とりあえず安全な場所まで行くよ。安全な場所ってどこですか？赤ずきんに問われた青年は得意げに答えた。ショッピングモールさ。パニック映画の定番でね。あそこなら何でもある。そう言って青年はかっこよくハンドルを切った。ゾンビのようなボートたちから逃げる途中で拾った二人の女の子。なんか俺ちょっとヒーローっぽくない？それにしてもこの二人こんな状況でコスプレしてるのか？イベント帰りにボートに襲われて帰れなくなったとかだろうか。コスプレか。そういえば二人とも今日リリースされたソシャゲのキャラに似てるな。サービス開始前からのガチ勢か。あの手の暗め系なゲームが好きなら話が合うかもしれないな。君たちもあのゲームやってるの？恐る恐る尋ねた俺に赤ずきんっぽい子が答えた。ゲームですか？ゲームはしていないですけど、遊んでますよ。赤ずきんっぽい子は無邪気で、グレーテルっぽい子は手にした鳥かごらしきものを窓に向けてブツブツつぶやいている。ああ、キャラになりきってるな。ま、相手がオタクならこっちも話しやすい。今の状況ってさ、ゾンビものっぽいよね。知ってる？こういう時って大抵はイチャついてるカップルから襲われるんだよ。あとゾンビものには親子連れも必須だね。それとペット。
逃げ出したのを助けに行って大体死ぬ。それから序盤でリーダーシップを発揮する奴は中盤あたりで死ぬパターンが多い。B 級 C 級映画から仕入れた知識を話すと、赤ずきんっぽい子はなるほどと聞いてくれた。グレーテルっぽい子はスルーだけど。しかし謎めいた美少女二人連れってますます映画っぽいな。映画マニアの青年に連れられて、二人がショッピングモールへ避難してから2ヶ月が経った。外はだいぶ荒れているようだが、たまにナイトメアが襲ってきても、赤ずきんとグレーテルが遊んでしまうおかげで、閉鎖されたモールの中は比較的安定している。しかし、誰？予定よりも多く食べたのは。いや、俺じゃないぞ。私とって違うから。ねえ、あの家族連れじゃない？食料管理班から上がった非難の声が、保たれていたモール内の秩序を揺るがし始めた。うちは子供が多いから仕方ないだろう。そうよ、大人なんだから子供のために我慢して。うちだって子供がいるが寮は守ってるぞ。子供ってうぜえな。家族連れの負担を独身に背負わせないで。子供の分まで親が食べてるんだろう。うるさい、みんな黙ってろ。食料が足りねえなら弱いやつから死ね。そうよ、みんな死んじゃなんだか賑やかですね。食料をめぐって争うのは醜いですね、兄様。いっぱい遊べました。狂気が伝播していく閉鎖されたモール内。その一角からひときわ大きな悲鳴が上がった。お前が昨日ここにいる限り安全だなんて言って死亡フラグを立てるから。二人が駆け寄ると、そこでは映画マニアの青年が隣にいた人を襲っている。フラグが立ったからここは崩壊するんだ。見る間にナイトメアと化していく青年を皮切りに、そこかしこで悲鳴が続いた。兄様、ここには魔女がいっぱいです。狼さんもですよ。安全なモール内は見る間に共食いの地獄と化していった。